はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はラブメッセージということで、恋愛や人間関係に特化した内容でお届けしたいと思います。特に今ね、パートナーがいらっしゃるとか気になる方がいらっしゃる方は、その関係性というものを見させていただいて、そして新たな出会いを求めているよという方は5月末までの出会い運として見てみますので、ぜひ最後までご覧ください。では最初にまずパートナーがいらっしゃる、もしくはこの人とどうかなっていう気になる方がいらっしゃる方の関係性を見てみたいと思います。もちろんその人によってね、それぞれ状況が違うので当てはまらないことも多いかと思いますが、何か参考にできるところだけピックアップしてくださいね。そして必ずしもこの結果の通りしなくちゃいけないとかそんなこともないので、ご自身で好きに現実を作っていってください。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ちょっとこれに関しては無言で見させてくださいね。すごく安定した関係性って感じがします。そもそもやはりまず獅子座の皆さんが相手のことをめちゃくちゃ信頼してる感じがするんですね。もう絶対この人みたいな感じもあるし、この人と関わることによって自分のいいところがどんどん出てくるみたいな感じで、責任感とかもっとこの人に何かをしてあげたいとか力が湧いてくる感じがして非常にいいですね。それを相手の方も非常に喜んでるし、なので今のこの関係性っていうのはもともと非常にいい関係性で、どっちかっていうとなんか少し師弟関係のような、なんか獅子座の皆さんの方が強いのかなみたいな感じも若干しますが、それは入れ替わることもありますけど、そういう形で自分の強さっていうものを存分に出し合える相手なんだなって感じがします。なのでそこにちょっと安心しきってしまってるかもなって感じがしますね。で、相手の方はちょっとナイーブになってるんですよね。その獅子座の皆さんが思うほど、獅子座の皆さんも絶対この人だと思ったらその人に尽くしていくとか、その人を立てていくとかついていくみたいな、なんかそんな感じがすごくあるんですけど、相手の人っていうのは非常にナイーブで、その時その時の感情や体調によってなんか急に不安になったりするみたいなんですよね。なんかそれが出ています。で、よく聞かれる質問なんですが、同じ星座同士だったらどうですかっていうのはあるんですけど、もし同じ星座だったら自分が今獅子座の立場で聞いてるのか、それとも相手の人の立場で聞いてるのか、どっちも入れ替わると思って想像的に聞いてみていただけると嬉しいんですけど、もちろん獅子座の皆さんってたまにはナイーブになるし、だからそうそう自分今こっち側っていうふうに聞いてもらってもいいんですけど、非常にこのカップのエースにソードの9にやっぱ潜在的にあるエネルギーとして言われているのがお月さんっていうのは、非常にこの感情的にもともとこの相手の人っていうものがちょっと揺れやすいというか、不安になりやすい感じがあって、でも獅子座の皆さんが絶対こうだよねみたいな感じで強い愛情を示すからこそ良かったけれども、ちょっと今獅子座の皆さんっていうのはこの人にだけ向いてるわけじゃなくて、自分の人生をプラスにしていこうっていうような何か学びを取り入れようっていうかね、他の人と関わって何かを作っていこうっていう時にちょっとだけ相手の人が心配してるなって感じがあるんです。だから言うならば、獅子座の皆さんは非常に前向きに自分の人生を捉えて、こうしてああしてこうしていけばいいんだって思ってて、何も問題がないみたいな感じで思ってたとしても、相手の人はそんなに獅子座さんが思うほど自分は自分に自信がないとか、こうやって絶対大丈夫なんだと思えない、自分はどうしていいかわからないんですよみたいな感じがあります。何かに対して。だから何か今2人で決めてることだったりとか、進んでいこうとしている方向性に対して嬉しいんだけどどうしていいかわからないって感じです。そしてもっとちょっとこれ相手の方の感覚ですけど、もっと構ってよみたいな感じがありますね。もっと優しくしてほしいみたいな。なんか自分がもっとじゃあ頑張って仕事しなくちゃいけないとか、稼がなきゃいけないとか、何かしなくちゃいけないっていう義務ばっかりなんか自分の中でこう想定しちゃって余裕がないと、もうなんか何をどう頑張っていいか分かんない、本当は自分がもっと優しくしてほしいんだ、愛が欲しいんだみたいな感じで今相手は思ってるのかなって感じがするので、なんか水面下でちょっと相手はナイーブになってるなっていうふうに思ってください。
だからどんどんなんかことを建設的に何かを進めていこうとすればするほど相手の人っていうのはちょっと不安なんだなって感じです。なので獅子座の皆さんに言われてることっていうのは、少しペースを落としてもいいかもねって感じですね。ゆっくりペースでいいんですよって、慌てて何かをしなくてもいいし、何かこうもっと良くしていかなくちゃ、この関係をもっと前に進めていかなくちゃっていうふうに思わなくていいよみたいな、今いる関係性、距離感もそうだし、お互いの存在感もそうだし、関わってる、もうそれが現実なんだから、これを何かに無理やり変えようとしなくていいよみたいな、そんな感じがあります。それは自然となっていくものだからみたいな。でも自然となっていくものっていうふうに放置することがなんか空中分解していきそうで怖いとか、もっと何かを自分がこうリードして何かを方向性とかを作っていかないといけないんじゃないかみたいな感じがありますね。でもまあメッセージとしてはペースを落としていいよって感じかな。うん、非常にもともとやっぱ関係性、この関係性強くいい関係なので、多少時間をかけたところで何も変わらないっていう感じがするんですよ。時間をかけたから何かがなくなってしまうとか、チャンスが逃れてしまうとか、そんなことはないし、むしろそれぞれのなんか家庭の事情とかね、こう2人の2人だけの関係性じゃなくて、なんかそれぞれの家のことだったりとか環境的なことをゆっくりと整えて落ち着いて向き合っていきたいんだって感じがしますね。ちょっともう一つだけ見てみましょう。相手の人はね、本当にね、なんか自分だけ置いてかれてるんじゃないかみたいな感じで、急になんか不安になって引きこもりたくなってる感じがありますよ。そして石田さんはもっともっとっていうなんか期待がどんどん膨らんでる感じ、もっと楽しくしようとか、もっといい関係にしようみたいな。でも十分いい関係だから焦らなくていいよって感じがしました。そんな感じですかね。はい。でちょっとこのパートナーさんがいる方にとってはちょっとここまでにして、新たな出会いを求めてらっしゃる方ちょっと見てみましょう。これは5月末までの運勢にさせてください。というのは4月の、今はねちょっと水星も金星も逆行してますけど、4月16日になったらもうね、水星ももちろん水星はもっと早く逆行終わりますけど、4月7日以降終わりますけど、お羊座に入ってきますし、16日にはそしてまた火星というねバイタリティも4月18日から獅子座に入ってくるので、獅子座の皆さんもバイタリティがアップするんですね。元気になるみたいな。でなおかつ金星もね、一旦魚座に戻っていたものが5月の1日からお羊座に戻ってくるということで、非常に火のエネルギーが強いんですね。火のエネルギーというのはこうバイタリティとか情熱とかやる気っていう感じなので、何かをこう生み出していくとか進めていく力っていうのが非常に4月の後半から強くなります。なのでそれを生かしてこう新たな出会いとかもっといい関係っていうのは自然とできていくんだろうなって思うんですね。ちょっと見てみますね。新たな出会いありますか？はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードのキング逆、ワンド4逆、ペンタクス6の逆、忍者逆、マジシャン逆、ペンタクスのページですね。そしてソード6逆、はい、気をつけることや対策がワンドの7とワンドの5、はい、オラクルはエンペラーです。逆ですね。エンペラー逆。なるほど。新たな出会いって言った時に、そうですね、もし本当に新たな出会いを求めていらっしゃる方っていうのは、とにかくリラックスしましょうか。なんか力が入りすぎてるって感じがすごくするんですね。考えすぎたり力が入りすぎることによって、すぐそこにあるもうベール1枚めくったらすぐそこになんか出会いだったりとかチャンスっていうのはあるんだけど、自分がそのなんかベールの奥に入っていけないみたいな感じがあるんですね。なのでやはり入り口がやはりソードのキングの逆なので、誰かと出会うにしても誰かと関わるにしても、とにかく自分は本当にいい人じゃなくてはいけないんだとか、自分は本当に他者にとってなんていうかな、
自慢できる自分じゃなきゃいけないんだとか、自分へのジャッジがすごい強いんですね。もっとこういう人じゃないと好かれないとかね、そういう思いがすごく強いから、なんだか今の自分じゃダメなんだってどっかで、心のどこかで言ってるって感じがするんです。で、現状のところもいいんじゃということで、新しい出会いを求めていってもいいものやらどうやらみたいな、なんかそんな感じなんですよね。はい、求めていきますみたいな、誰かと出会いますっていう、あからさまなっていうか、明るい前向きなエネルギーじゃなくて、いやもう今更求めてもねみたいな感じのエネルギーとして自分のことをそんな風に査定してるってことなんですね、これは。で本当にじゃあ関係性を作っていきましょうってなったら、もっと頑張らなくちゃいけないし、もっと何かしなくちゃいけないしっていう、その思いが非常にドーンときちゃって、ちょっとしんどいかなってなるんですけど、カードが言われてるのは、そんなになんか肩に力入れなくていいんですよみたいな、そんな無理して何者かになろうとしなくていいんですよって、誰かに合わせた自分を作ろうなんてしなくていいんですよって感じがあって、だってもう十分素敵じゃないですかみたいな、十分自分がやってきた、これまでやってきた経験っていうのはもう自分だけの宝物で、その経験を持って自分らしさっていうものはなんかもう見えないプラズマとして自分にあるわけだから、でこう見せようっていうふうに思わなくていいんですよみたいな感じです。そしてそのままの獅子座さんのいいところで関わっていける人がいますよねって感じで言われてます。非常にこれは穏やかな関係性です。なんか無理して頑張ってとかじゃなくて、その頑張ってる自分を認めてくれる人とかじゃなくって、もうナチュラルに自然にそのままで素敵ですねとか、いいなって獅子座さんのいいところを見てくれる人がいるよねみたいな感じです。そしてここからじゃあ新たに関係性作っていきますかって言った時に、さっき言ったそのすごく自分がエンペラーとして君臨しなければならないぐらいの強い思いでいると、ちょっとしんどいな、もうちょっと時間かけて整えていいですかって言いたくなるんですけど、もう今のままでいいですよだったら、全然このマジシャンっていうのはすぐにでも聖地に変わるって感じがあるので、なんかね、本当に関係性が欲しいのかな、どうなのかなって感じがしますね。どっちかっていうと、やっぱりこの3月の20日以降とかはやっぱり自分の専門性をもっと磨いて、もっと自分で自分のことを認めたいんだとか、もっと自分が自分のことを認めてなんか勢いようと生活していきたいんだっていう気持ちが強くて、要するに自分の中の精神性を整えたいっていう感じがあるんですよね。でその後も仕事のこととか環境っていうのが開かれてくるので、誰かとの関係で誰かだけに認められる自分っていうものっていうのはちょっともうなんかフィットしないんですよね。もう今自分がここからすごく開かれようとしてる時に、誰かに認められる自分っていう小さな箱に自分を収めようとしてるみたいな感じがあり、そういうのは違うんですっていう感じがあって、じゃあもっとたくさんの人に認められる自分になるんですかとか、もっともっとってなるとだんだんなんかこう鎧が強くなって、もうエンペラーにならなくちゃいけないみたいな感じがあるから、いいんですいいんですと、肩の力を抜いてくださいと、リラックスしてくださいと、そのままの獅子座さんで十分に楽しんでいけるんですよって言われてます。なのでもし本当に誰かを求めてるっていう方は、等身大の自分でゆっくりと育てていける相手っていうものを見ていくと、いい人は出てきそうですね。同い年もしくは年下とか、相手がすごく偉い人とかじゃなくて、なんか一緒に成長していけるっていう感じの人っていうのは出てくる可能性はあります。だけどそれを進めていきますかって言うと、どうしてもじゃあパートナーシップっていうか条件っていうふうに見ようとすると、やっぱりしっかりした人がいいとか尊敬できる人がいいみたいな感じになっちゃって、その一緒に育っていけるっていう関係性っていうのにあんまり価値を置けなくなったりするんですよね。なので本当にまずね、自分自身がこうでなければならないっていう意識がやっぱ強いのかなって感じがします。もしそこを本当に許せたら、おそらく他者も許せると思うんですね。至らないところがあったとしても、全然尊敬できなくても許せると思うんですよね。なのでそこかな、自分へのジャッジっていうものをすごく許せたら、本当に関係性っていうのは穏やかにやっていける。そして対策として言われているのが、やっぱりどうも自分の立場を守ろうとしてるっていう感じがあって、なんとか一人でやろうと思えばやっていけるしなみたいな感じもあり、別にパートナーシップだけじゃなくても仕事も忙しいし、あれもあるしっていうことで、生活自体は非常に充実してそうな感じなんですよね。なのでどんな感じで今の生活にパートナーが必要なのかなっていうことを見てもいいかも。もし本当に人生の伴侶を求めてるんですっていう人は、さっき言ったみたいにあんまり自分のことを否定しすぎずに、
一緒に成長していける人っていうのを求めればいいと思いますし、出てくる可能性ありますし、いや別にパートナーシップとかいいんです、もういいんですって、なんかとにかく仕事で協力してくれる人が欲しいんですとかだったら、それも全然部下のような人が出てくる感じがあるんですね。でもそうなった時に、いやもっと任せるんだったらちゃんとした人じゃないとっていう意識が出てくるけど、少しそこをなだらかにすると、もっとこう関係性の中での豊かさ、愛情っていうものを感じられるかなっていうふうに思ったんですよね。なんかね、面白い具合にペンタクルスが1枚も出てない、ペンタクルじゃない、カップが1枚も出てないっていうのがあって、カップっていうのは優しさとか喜びとか愛情っていう感じなんですけど、ないっていう感じがあるので、やっぱり自分自身がもっと頑張らないとみたいな意識が強いのかなっていうふうに思いました。どうですかね。ちょっと最後にもう一枚見てみたいと思います。非常にいろんな意味でこう可能性が開かれる時だからこそ、誰か一人っていうのを別に求めてないのかもしれないので、でもその支持者の皆さんの責任感の強いところとか頑張ってるところっていうのは他の人も本当は分かってるんですよね。なので自分が緩めばそういうの入ってくるよって感じがしました。別に批判してないですよ。獅子座さんのこと全然批判してないですよ。頑張ってるなって感じがすごくします。もっと力抜いても愛されますよって感じかな。ちょっと最後にもう一枚引いてみます。ウェディングというカードが出ましたけど、このカードを見て何かしら感じれば、皆さんも自分の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。なんかこの関係性って非常にもう結婚に結びつくんじゃないですかみたいな感じで言われてるので、やっぱりとってもいい関係性があるんだと思うんですよね。なのでなんか結婚ってなったら、もう例えばの話ですけど、すごいなんか理想跳ね上がりますよねきっと。もうこういう生活したいとか、こういう人じゃないととか、一生ついていくんだったらみたいな思うけど、今言われてるのは一緒で育っていけばいいんですよって感じなので、ここから一緒になんか増幅していけるっていうのかな、いろんな可能性を伸ばしていけるよ。だから自分だけが頑張らないとっていうふうに思わなくても大丈夫ですよっていうのがメッセージだと思いました。はい、何かしら参考になれば嬉しいです。もし分かってましたよ、通じましたよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ということでありがとうございました。またすぐに通常のね4月の動画アップしていきたいと思います。今回もありがとうございます。失礼します。